どうも、リュウクです。今回はエイブルキャリーの 13day back 2024についてレビューしていきます。今回も先行レビューという形で提供での動画作成になりますが、良かった点、気になった点、今まで通り喋っていきます。それでは行ってみましょう。まず最初に 13day back のスペックについて簡単におさらいしていきます。13day back 2024はエイブルキャリーのシリーズの中でも最も小さいサイズのバックパックです。容量は名前の通り13リットルとかなり攻めたサイズ感で普段使いに最適な設計になっています。14インチまでのラップトップが収納可能で、内部にはペンスロットや小さなタブレットポケット、両サイドにはメッシュのボトルポケットが施されています。細かいものを整理整頓しながら収納するのに大変優れたデザインです。素材は X パックとコーデュラリップストップの2モデルがあり、重さはそれぞれ X パックが 690g、コーデュラリップストップが 650g と高機能ながら軽量かつ丈夫な素材で構成された毎日ガシガシ使える普段使いリュックです。それではここからは良かった点について話していきます。シンプルな見た目。このバックパックには多くの機能が盛り込まれていますが、僕の知る限りここまでシンプルにまとまっているものはありません。縫い目を感じさせないデザインなのに荷物へのアクセス性がほとんど損なわれていません。ジッパーや各部のプラスチックパーツなど全ての色が統一されているので、背負った姿を遠くから見たら、あの人はすごいミニマルなリュックを使ってるなぁと思うでしょう。画期的なボトルポケット。このサイズ感、このシンプルさでありながらボトルポケットが備わっているのが最大の特徴です。ボトルポケットとして十分な大きさで 600ml サイズのペットボトルならスムーズに出し入れすることができます。袋の底には穴が開いているので、濡れた折りたたみ傘などをそのまま収納しても中で水が溜まってメインスペースの部分まで浸水してくる心配はありません。大きく開くメインコンパートメント。ジッパーは上部が半分以上開くハーフジップタイプになっていて、全部開けばカバンの奥底の荷物も簡単に取り出せるほど大きく開きます。内部のポケットはすべてこのメインジッパーの開け口からアクセスしやすい形をしているので、細かいものを収納する上で非常に使いやすいと感じました。見劣りしないポケット数。この小さなバックパックの外側だけで4箇所、内側だけで7箇所、合計11箇所もの小さなポケットが備わっています。多くのバックパックを触ってきて分かった傾向として、バッグのサイズが小さくなるほどポケットの数も少なくなると感じていますが、このバッグに関しては完全にその傾向を無視しています。一つ一つのものをコンパクトに収めて、できるだけ小さいバッグで過ごしたいという人にとっては最高のアプローチだと思います。以上がこのバッグを使った良かった点でした。ここからは使っていて少し気になった点を話していきます。ショルダーハーネスのフィット感。このバッグを毎日使っていて最も気になったのがショルダーストラップのフィット感です。エイブルキャリーの他のシリーズであるマックスバックパックやデイリープラスおよびデイリーは驚くほど体にフィットして肩からずり落ちないどころか重さを感じにくいハーネスであるのに比べて、このバッグは少し見劣りすると感じました。僕は普段できるだけハーネスの中央のベルト、チェストストラップを使わないで運用するのが好きですが、この 13dayバッグの場合、チェストストラップを使わないとすぐに肩から落ちてしまう印象です。もちろん荷物の量や重さによっても変わりますし、背負う人の体格によっても違った印象になると思うので、一概にフィット感が悪いとも言い切れませんが、
他のシリーズと比べてしまうと明らかに肩から落ちやすいモデルだと思います。PC ポケットが引っかかる。PC コンパートメントに PC を保護するための柔らかい布が縫い付けられています。しかし、この布は PC のポケットの全体を覆っているわけではなく、前側のほとんどの部分と背面側の下から数センチの部分だけがこの柔らかい布になっています。これで何が問題かというと、 PC を上から収納する際に布の境目で引っかかってしまうため、奥まで入っているのかどうかが分かりづらいということが問題です。特にバッグに荷物がたくさん入っているときは PC が背面側に圧迫されているため、さらに引っかかりを感じやすくなります。このバッグに収納可能なのは14インチのラップトップです。このサイズの PC を収納する際は、ここで引っかかってしまうとメインジッパーを閉めることができなくなってしまうので、慣れるまでは少しストレスに感じることがあるかもしれません。背面のパッドが薄い。背中に当たるクッションは少し薄めで、通気性はあまり期待できません。とはいえ、容量の少ないバックパックなので、大容量のバックパックに比べれば背中の厚さなどはさほど気にならないかと思いますが、問題はそこだけではありません。このバッグの特徴であるサイドからアクセスできる背面ポケットには比較的大きな幅が取られており、容量的にはスマホや小さめのタブレット、財布など幅広いものを収納できますが、ここに収納したものはダイレクトに背中に当たり、少し違和感を覚えます。スマホや手帳のような薄くて平たいものならそこまで気にならないかもしれませんが、背面から突き出てしまうような形のものを収納してしまうと、背負った時の不快感に耐えられなくなってしまうでしょう。荷物を詰めすぎると使いにくい。このバックパックを使う人は荷物の少ないミニマリスト的な思考を持ち合わせている人も多いと思います。しかし、このバックパックは元の容量以上に少ない荷物での生活を余儀なくされます。このバックパックはどのポケットに何を入れても見た目上の大きさは変わりません。何が言いたいのかというと、 PC スリーブなどがあるメインコンパートメント、縦にジッパーが切れているフロントポケット、そして外についているボトルポケット、これら全てが同じスペースをシェアしています。厳密に言うと仕切りは完全に区切られていますが、お互いがお互いの空間を圧迫し合っているという状況です。メインコンパートメントに多くのものを入れれば、フロントポケットやボトルポケットは狭くなるので使い勝手が悪くなりますし、フロントポケットやボトルポケットを最大限使おうとすると、メインコンパートメントは極狭のスペースになってしまいます。ただ、この性質は一概に悪いとは言えません。なぜなら見た目をシンプルに保ちつつスペースを最大限活用する目的であれば最も優れた構造だからです。日々の通勤・通学で荷物の量が一定に定まっている場合は、これ以上小さくて使い勝手のいいバックパックは今のところないと思います。しかし、荷物の増える買い物・旅行などで使う場合、何度も忍耐力が試される機会が訪れることでしょう。総合的にはこのバックパックは個人的にすごく気に入りました。と同時に、誰にでもおすすめできるバッグかと言われると少し慎重に検討した方がいいかなと思います。というのも、スペック上の容量である13リットルという数字だけではこの大きさを想像しにくいからです。おそらく多くの人がこのバッグを手にした時に意外と小さいなと感じると思います。コンビニのレジ袋に簡単に収まってしまうぐらい荷物が少ない人には自信を持ってお勧めしますが、そうでない人は普段から持ち歩く荷物を減らすきっかけになってしまうかもしれません。まあでもそれもいいかもしれませんね。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューや日々に役立つ情報を配信しています。メインチャンネルのイミグラムではこのチャンネルよりはるかに多くのバッグをパッキングスタイルで紹介しています。
こちらの方が少し早くバッグの情報をキャッチできるかもしれません。気になった方はぜひチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこのチャンネルが面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。